通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アサシンクリードシャドウズからの話題になります。なんと皆さん、UBI がですね、謝罪文を掲載しましたね。これは日本だけではなく、ついにですね、本国、英語のアサシンクリードアカウントからも、この謝罪文掲載されておりまして、こちら大変話題になっております。ちょっとね、こちらざっと見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。なんと皆さん、UBI がですね、謝罪文を掲載しました。UBI ジャパンだけでなく、本国もついに謝罪したと。で、プクタですね、これに気づいたのが仕事の後でね、本当に遅くって、現在ですね、もう0時を回っています。なのでちょっと今日ごめんなさいね。速報的な動画になるんじゃないかなと思います。もしかしたらどうだろう。ワンチャンテロップ入ってない可能性もありますが、その場合はね、ほんとごめんなさい。これね、本当に緊急で撮ってるんでね。で、こちらがですね、現在その UBI ソフトジャパンのね、ポストになりますが、ちょっとね、見ていきましょう。アサシンクリードシャドウズ開発チームより、日本コミュニティの皆様へ。アサシンクリード開発チームより日本の皆様へ、はじめに約20年にもわたりアサシンクリードシリーズをご愛顧いただき心より感謝いたします。その歴史の中で第3回十字軍遠征のアサシンから9世紀イングランドのバイキングをはじめ様々な舞台や時代背景、キャラクターを登場させてきました。そして私たち開発チームメンバーにとって戦国時代の日本を舞台にしたアサシンクリード制作は長年の夢でした。アサシンクリードの発表以来多くのご期待をいただいた反面、日本のプレイヤーをはじめとする皆様からご指摘やご意見も頂戴しました。歴史表現に情熱を傾ける私たちにとって豊かな歴史と文化の忠実な表現を憂慮される皆様のご意見は深く尊重されるとともに、日本の皆様にご懸念を生じさせたことについて心よりお詫び申し上げます。ここで本作品に対する開発意図と開発に関する決定について以下の通りご説明させていただきます。忠実性に関する全体的な取り組み。私たちは没入感を実現するとともに敬意を持った表現で戦国時代の日本を描くことに注力してきました。アサシンクリードシャドウズを含むアサシンクリードシリーズのゲームは史実や歴史上の人物を再現する目的で作られたものではありません。プレイヤーの皆様の好奇心を刺激し、私たちがインスピレーションを得た歴史的な舞台を探求し、知っていただくことを目指しています。アサシンクリードシャドウズは戦国時代の日本を舞台にした魅力的な歴史フィクションを描くエンターテインメントゲームとして開発を進めています。そしてその開発にあたり、外部のコンサルタントから歴史家、研究家、UBI ソフトジャパンの社内メンバーまで幅広い関係者の協力を得て進めてきました。こうした取り組みにもかかわらず、プロモーション素材の一部に監修が行き届かず、日本の皆様にご懸念を生じさせることとなってしまいましたことを重ねてお詫び申し上げます。これまでに発表されたゲーム映像は全て開発中のものであり、ゲーム本編の内容に関しては私たちは皆様からいただいた建設的なご意見に基づき、ゲームを皆様にお届けするその時まで、そしてその先も改善の努力を続けてまいります。また制作プロセスを通じて多くの方々にご協力をいただいておりますが、ゲームプレイとエンターテインメントを考慮したゲーム内容については開発チームのみが責任を負うものであり、ご協力いただいた関係各所には一切の責任はございません。社内外を問わず協力いただきました方々へのいかなるご批判もどうぞお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。創作表現と歴史からのインスピレーション。私たちはあらゆる場面で忠実な描写に努めているものの、アサシンクリードシリーズのゲームはあくまでも歴史上の実在の出来事や人物にインスパイアされたフィクション作品です。魅力的で没入感のあるゲーム体験を作り上げるため、アサシンクリードはシリーズ初期から創作表現の自由を生かしてファンタジーの要素を取り入れてきました。例えばゲーム内におけるヤスケはそうした創作表現の一例です。謎に包まれた稀有な存在であるヤスケという人物は戦国時代の日本という魅力的な舞台を背景にアサシンクリードのストーリーを語るのに理想な登場人物候補となりました。アサシンクリードシャドウズに登場するヤスケは侍として描写されますが、この点はジオンの的となっていることは私たちも認識しております。ただもう一人の主人公である直江日本の忍びも同じく重要人物であり、彼ら2人の主人公がそれぞれ異なるゲームスタイルとストーリー、そして共に織りなす物語を提供します。私たちは皆様のフィードバックをとても大切にしています。今後も貴重なご意見とご感想をお寄せいただきますよう心よりお願いいたします。貴重な意見を反映し、できる限り皆様の希望に沿うよう努力を継続してまいります。2024年11月15日にアサシンクリードシャドウズが発売された暁には、日本だけでなく世界中のプレイヤーの皆様に私たちがこの作品に注いだ情熱と努力と愛が皆様に伝わり、引き続き弊社のゲームをご愛顧いただくことを願ってやみません。アサシンクリードシャドウズ開発チームよりということでね、若干長かったですが、これがね全文です。
ということでですね、この文を踏まえてね、皆さんどういう風に感じたのか、ぜひね、これに関してはコメント欄にね、もうほんとなんなりと書いてみてください。いろんなご意見があるんじゃないかなと思います。でですね、こちらですね、英語版のアサシンクリード、つまりは本国ですね。こちらもですね、同様の文というのを掲載しています。アサシンクリードシャドウズチームから日本のコミュニティにメッセージがありますということで、基本的にポストの内容はジャパンと同じですね。で、ちょっとね、X 見る限りは、この英語版のね、安家の釈明文に、一行ね、日本語にはない文というのが足されているんですね。差分があるんですよ、ここ。ここについてね、指摘されている方はいました。ただ今日はですね、そこということで、ちょっとね、そこまで検証できませんので、もし何かあればね、改めて、そこは見ていきたいと思います。現状はそういったお話も出ていたということですね。で、これについてはですね、こちら IGN でしょね、こちらニッチェさん早いですね。で、日本でもですね、こちらオートマトン、ライブドア、デンファミでしょ、ゲームワッチ、ファミ通ということで、各メディアね、一斉に報じているというような状況です。で、おそらくこれを見てらっしゃる皆さんの X のタイムラインはね、割とお祭り騒ぎなんじゃないでしょうか。結構すごいですよね。そんな中ですよ。ちょっとね、これだけは紹介しなければいけません。こちら、IGN ですよ。これについてね、記事というのを早速出しているんですが、アサシンクリードシャドウズ開発チームが懸念を引き起こしたマーケティングについて日本のファンに謝罪。そしてここですね、これはね、確かにその通りだと思いましたね。この投稿では UBI ソフトが何について謝罪しているのかについては詳細は明かされていないが、問題のプロモーションは日本のグループの旗を描いたコンセプトアートである可能性が高い。この旗は歴史的なものではなく、現代の創作物であり、関ヶ原鉄砲隊の許可なく使用された。UBI ソフトはその後、旗のデザインを使用したことについて謝罪したが、アサシンクリードシャドウズのコレクターズエディションに同梱される物理的なアートブックには旗が印刷される予定だ。これはね、関ヶ原鉄砲隊さんの影山さんのね、ポストを見る限り、はっきりと写ってるやつ。あれに関しては収録されないということなんですが、もう一つの方ですね。あれ2枚あったじゃないですか。もう一つの方は、実際ね、アートブックに印刷してみたら、旗がちょっとちっちゃくて、見えなかったんだよねと。だから、収録してますという答えだったということで、これはね、ちょっと対応としては正直信じられなかったですね。ちょっと見えなかったから、使っちゃいましたみたいな。なんかもうそういう問題ではないと思うんですけどね。結局ここにもある通り、イラストはそのまま発売されますよと。ここですね。もう皆さん驚きますよ、朝から。大丈夫ですか？これから皆さんびっくりしますからね。これは IGN の見解です。ヤスケは日本国内外の大衆メディアではしばしば侍として描かれてきましたが、シャドウズにおける彼の描写は歴史的な真実についての議論を引き起こしています。そしてここです。限られた歴史的証拠しかないため、ヤスケが侍であったのか、家臣であったのか、あるいは全く別の役割を果たしていたかについての確証はありません。ということで皆さん、IGN がですよ、もう散々これまでね、ブラックサムライと言っていたIGN が動画まで作ってブラックサムライキャンペーンをやっていたIGN がなんとですよ、この開発チームの謝罪を受けまして正式にヤスケには歴史的証拠がほとんどないから侍だったという確証がありませんと書いています。驚きますね。いや皆さんね、プクタ前言ってたの覚えてます？どうもこの IGN 最近侍っていうワード使ってないよねと、そういう話してたでしょ。これね、本当だったんですね。あれはやっぱり意図して使ってなかったんですよ。ちょっと潮目変わってきちゃったかなというのを読んで使うのを控え、そして朝栗シャドウズ開発チームの謝罪を受けて正式にヤスケが侍だったという証拠はないという側にジョブチェンジしたというわけなんですね。なんですが皆さん、IGN はですね、これだけでは終わりませんよ。ここからがね、もっとやばいところです。この議論は日本を舞台にしたアサシンクリードで黒人の男性をここでブラックマンって書いてあるんですね。黒人の男性を主人公として起用したことに対する UBI ソフトの決定に対する批判とともに続いています。これすごいでしょ。ものすごいはっきりレースカード切ってるんですよね。つまりブラックサムライの侍の部分が消えてしまったんで、今度はですね、ブラック方面でこれを批判する人たちをレイシストとするような印象操作をしてるんですね。IGN すごいですよね。転んでもただでは起き上がらないと言いますか。UBI ソフトの CEO イブ・ゲレモはこの反発について悪意のある個人的なオンライン攻撃を非難し言及しました。ということで最後にですね、プクタね、これを受けて皆さんどう思いましたかというのをね聞いたんで、ここにねリプくれた方いくつかねご紹介したいと思います。自分の所感はこれですね。要はプロパガンダへの懸念が話の肝でしょうからということで、それがこちらですね。ゲームパブリッシャーおよびデベロッパーとして言うべき点は一通り押さえてあると思います。それでもなお憂慮懸念することがあるとすれば、それはゲームの本編とは別の、またはゲーム単体には還元できないところの問題でしょうかな。なんか色々ずれてる感じがします。
CEO の発言について触れないのはどうかと、なぜ日本のコミュニティのみに向けてなのでしょうかというもや。ここはアベマの長澤さんいますね。朝栗はフィクション、知ってる。没入感敬意を持った表現。監修行き届かず、そうですね。安家が侍なのが問題なのは認識。そうだろう。ですが、直江も重要人物。何言ってんの？協力してくれた方への批判は抑えて、ロックリー氏のことならさすがに批判されて叱るべき。個人的に全く意味のない声明かと。じゃあなんで安家を起用したという初期の疑問に戻った。結局、日本人じゃ感情移入できないから、私たちの目になれる人物を探したが本音なんだろうなってなってます。無乱使用の件をちゃんと解決するなら、これでいいかと思います。シャドウ前場に関するいい記事がありました。これ後ほど読ませていただきますね。ありがとうございます。ということで、ちょっとね、ざっと見ますと、何言ってるかわからないというような方もいれば、ちょっとね、論点ずれてるんじゃないのというような方もいるというような感じですかね。こちらの方もね、フィクションであることをちゃんと強調してくれるならって感じです。問題は鳥取トムだと。いうような感じで、プクタね、ちょっと感じたのは、この声明を出すタイミングとしてはね、結構ドンピシャだったんじゃないかなというように思いましたね。というのもね、今海外でもそうなんですが、割とね、批判はやっぱりね、ロックリー氏とか、今ね、非常にホットな歴史家の方とか、教授の方とか結構いるでしょ。あの人たちがですね、割と壮絶に叩かれたりするんですね。なので、ターゲットがね、ちょっと映ってる感ってあるでしょ。だから手打ちを狙うにはいいタイミングだったんじゃないかなと、プクタは思いましたね。ちょっと内容はね、一旦置いときますが、タイミングの話ですね。はい、ということで本日はですね、急遽ね、こちら収録しましたが、なんとですね、UBI のアサシンクリード公式が本国と日本のアカウントで謝罪文を掲載したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。またですね、この詳細についてはね、いろんなメディアがこれ取り上げると思いますので、必要があればね、また動画にするかもしれません。これね、今ちょっと見てください。さっきね、どちらかというと、朝栗よりは、この歴史家とか教授の方にね、矛先が向いてるという話しましたが、ここですよ。今トレンドに上がってるんですね。だからまだまだね、こちらの方は炎上が収まらないんじゃないかなというような気はしています。よかったら皆さんね、この謝罪文について皆さんどう思ったのか、コメントを書いてってくださいね。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。